皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか？もう12月中旬で本当に今年2025年が終わりだなという雰囲気が出てきていますが、皆さんはどうお過ごしでしょうか？何かクリスマスの予定があったり、年末の予定がありますか？または1年いろいろ忙しかったし、クリスマスも年末も冬休みはお家でゆっくり過ごそうと考えている人もいるかなと思います。で、そこでいろいろ YouTube を見たり、ドラマ、映画を見たりする人もいるかなと思いますが、冬休み、時間がいつもよりあるので日本語の勉強をしようと、そう思っている方もいるかなと思います。ってことでですね、今回は日本語のリスニングをどうやって上達させるか、リスニング練習方法についてお話ししていこうと思います。今までいくつかの日本語の勉強方法だったり、スピーキングの上達方法はお話ししてきたかと思うんですが、リスニングにフォーカスをして話してきたことはまだないかなと思ったので、今回はリスニングにフォーカスしてお話ししていこうと思います。例えば、日本旅行を想定して、コンビニで店員さんに話しかけられることを想定して、いろんなフレーズを練習したり、自分がきちんと発音できるように練習したって方はたくさんいるかと思います。または日本語を話す練習をしようと思ってオンラインレッスンを予約して自分の、自己紹介だったりお仕事趣味について話せるようにいろいろ練習して言えるようになったって方もたくさんいるかと思います。でここで問題となるのは自分が質問できたとしても自分の言いたいことがきちんと相手に伝わるように言えたとしても相手の言ってることが分からなければ成立はしないですよね。で、自分の言いたいことはめちゃめちゃ練習して言えるのに、相手から質問を受けた時に全然理解できないっていうこともね、あるかと思います。パッて何か言われた時に全然聞き取れなくて、もう一度言ってくださいとか、あ、すいません、今なんて言いましたかって聞き返したとしても、相手の言ってることがさっぱり聞き取れないということもあるかと思います。で、そういう時に、うわ、どうしよう、やばいとか、ちょっとパニックってしまったり、フリーズして、みたいなね、そう固まってしまう瞬間もあるかなと思います。私も、語学を勉強していて、そういう瞬間って本当に今までたくさんあったなと感じます。だからこそリスニングを練習する、その重要性を再確認する瞬間がたくさんあります。で、リスニング練習方法って、シンプルっちゃシンプルかなと思います。ただただたくさん聞けばいいというわけではなくて、リスニング練習をする際に意識してみてほしいポイントがいくつかあるので、今回はそれらをお話ししていこうと思います。このポッドキャストをもうほとんど聞き取れるよっていう方もたくさんいるかと思います。で、そういった方は、僕はこうやって勉強したよ、こういうふうにリスニング練習したら結構成果あったよっていう方法をね、ありましたら、ぜひコメントでシェアしていただけたらなと思います。実際に学んだ皆さんが、実際にどうやったかっていうのをね、シェアすることで、他の方の役にも立つと思うので、実践した方法がありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではですね、まず、全員が同じ方法でリスニングを練習すべきではないと思っています。レベルに分けて練習の仕方を変えた方がいいなと私は思います。なのでね、今回は初級中級者向けの意識してみてほしいことと上級者向けというふうに2つに分けてお話ししていきます。で、自分がどのレベルにいるかわからないっていうこともあるかと思うんですけど、このポッドキャストを聞いていて、一度聞いただけで70%以上理解できていたら、ここでは上級者と思ってもらったらいいかなと思います。で、それ以下とか、半分ぐらい理解できるけど、まだまだ理解できないことも多いなと思う方は、中級とかそれ以下
と思ってもらえればいいかなと思います。で、このレベルは本当に私が今適当に話しているだけなので、このポッドキャストにだけ当てはまるものです。その正式な何か JLPT のその分け方にのっとっているわけではないので、皆さんが思うレベルでやってもらったらいいんですけど、自分がどのレベルにいるかわからないという方は、こんな感じで分けてもらえればいいかなと思います。ではまずは初級中級者向けですね。初級中級の方に意識してみてほしいことが3つあります。で、まず1つ目が、とにかく聞く時間を増やすということです。当たり前なんですけど、やっぱりその日本語の音とかリズムに慣れていないと聞き取りは難しいです。なので、とにかく1分でも1秒でも多く日本語を聞く時間をまずは確保してほしいなと思います。で、普段30分ぐらいリスニング練習できてるなと思ったら、それをどうやったら45分にできるか、それをどうやったら毎日1時間リスニング練習に割けるかというのを考えてみてほしいです。で、このリスニングっていうのは、掃除をしながら、料理をしながら、洗濯をしながらというながらのリスニングではないです。ここで言っているリスニングは、ちゃんと音に集中してリスニングできる時間を増やしてほしいです。ながらのリスニングはダメというわけではなくて、もちろん時間があればね、耳が開いている時は、日本語のリスニング練習をしてほしいんですけど、今回私が話しているリスニングはそうではなくて、ちゃんと音に集中して、そのリスニングにだけ集中できている時間、またはポッドキャストだったらスクリプトを見ながらリスニングできる時間、動画の字幕を見ながらリスニングできる時間をどれだけ増やせるかを考えてみてほしいです。で、やっぱり初めは知っている語彙も少ないので、リスニングが難しいのは当たり前です。で、そんな時にやるべきことは、ながらのリスニングではなく、集中してスクリプトを見ながらでも字幕を見ながらでも集中して、実際の音とか、そのリズムとか、アクセントとかを気にしながら、そこに意識を向けながらするリスニング時間を増やしてみてほしいです。なぜかというと、知らない音や知らない単語は、どれだけ聞き流しても、ただ流れていくだけで理解できるようにはならないと思います。すでに知っている言語とよほど似ていない限りは、例えばイタリア語とポルトガル語とかスペイン語とイタリア語みたいにね、めっちゃ似ている場合は、聞き流していくだけでどんどん聞き取れるようになるかもしれないですけど、そうでない場合は、聞き流すだけではダメだと思います。なので、まずは、日本語を集中して聞く時間を増やしてほしいです。で、その次2つ目が動画の字幕をオンにすることです。で、これはその集中しながら聞くときにやってほしいんですけど、私は動画の字幕をオンにすること、スクリプトを見ながらリスニングをすることをお勧めします。特にこのポッドキャストを聞いて70%、80%初めから理解できるなっていうぐらい、そのレベルになるまでは字幕をオンにすることを私はお勧めします。で、やっぱり初めはわからないことの方が多いのが当たり前で、そのわからないをどれだけ少なくできるかが重要だと思います。なので、初めに自分がどれだけ理解できているかをテストするみたいな感じで、字幕なしでポッドキャストを聞いたり動画を見たりするのではなく、字幕をオンにしてまずは内容を理解すべきだと思います。そしてその内容を理解した後にどんな文字がどう発音されているか、どんな漢字が使われているかを一致させる必要があります。日本語ではひらがな、カタカナ、漢字と3つのアルファベットがあって、で、それが文章中でどう使われているか、どう発音されているか、アクセント、トーンなどすべて頭の中で一致させる、認識する必要があると私は思います。で、これは日本語のそのアルファベットが複雑っていうのもあるんですけど、日本語にはね、同じ発音だけど違う意味を持つ言葉、違う漢字を使う言葉ってたくさんありますよね。
例えば、紙、紙、神。この3つの神、漢字を見れば全て違う話をしているということがわかると思います。こんな感じで、ただ聞いているだけじゃ、日本語のレベルが上がるまでは結構聞き取りがむずいっていうことがたくさんあると思います。で、他にも例えば、お母さんという単語、ひらがなを1文字ずつ発音すれば、お母さんとなりますが、実際の発音はお母さんのように、少しね、発音の仕方、聞こえ方が違う場合があります。なので、ポッドキャストを聞く際、動画を見る際、映画を見る際は字幕をオンにして、リスニングの練習をしてみてほしいです。音を聞きながら字幕を見て、あ、この文字はこうやって発音されてるんやっていうのをね、動画のスピードとかを落としていいんで、ゆっくり聞きながら、文字を目で追って、あ、なるほど。お母さんは、お母さんではなく、お母さんというふうに発音しているんだな、というふうにね、頭の中で点と点をつなげていく作業をね、してみてほしいなと思います。で、わからない単語ってたくさん出てくると思うんですけど、そこでいちいち調べてほしいんですけど、めんどくさいので、ランゲージリアクターっていうツールとかを使えば YouTube とか Netflix の動画で日本語字幕と皆さんの母国語とか知っている言語の字幕をオンにすることができる、そういうツールがあります。知っている方も多いかと思いますが、そういう2つの字幕を出せるツールを使うっていうのがめちゃめちゃ効率よく勉強するのに必要かなと思います。なので、私はランゲージリアクターっていうのを使っているんですけど、その他にも似たようなツールがあれば、ぜひ使って2つ字幕を出しながら勉強するっていうのがいいのかなと思います。で、あと字幕をオンにすべき理由なんですけど、日本語は本当に自由な言語だと思います。辞書に載っていない本当の意味とは違う漢字の使い方がされている場合があります。特に歌に多いかなと思うんですけど、特定の意味とかニュアンスを使いたくて、本来とは違う漢字を使ったそういう歌、そういう歌詞がたくさんあります。なのでこういう日本人のニュアンスを汲み取る練習をするためにも字幕はオンにして、どういうシーンでどういうセリフ、どういう歌詞でどんな漢字が使われているのかっていうのをね、きちんと確認する必要があると思うので、字幕はぜひオンにして見てみてほしいなと思います。で、最後3つ目、初級者、中級者の方に伝えたいリスニング練習方法は、同じ音声を何度も聞くということです。特に中級者の方に言いたいです。同じ音声を何度も聞くこと。これがめちゃめちゃ重要です。で、初級の場合ですね、わからないことがたくさんあると思うので、何回聞いても飽きはしないという方が多いと思います。ただ、音に慣れる練習という認識で、聞く練習をね、していくって決めたら、それができる方が多いかなと勝手に思っています。ですが、中級者ぐらいになってくると、意味も半分ぐらいは理解できるから、何度も何度も同じ内容を聞くっていうのはちょっと疲れるし、飽きると思います。で、私が結構そういうタイプで、何度も同じ音声を聞きたくないというか、全部理解できてるわけではないけど、半分ぐらい理解できるから、なんかもう次新しい動画見たいなという風になります。でもここは一旦その自分が聞きたいか聞きたくないかという感情は一旦無視して、何度も同じ音声を聞くっていうことに、重点を置いてやってほしいです。で、その理由はもう皆さんも知ってる通り、言語っていうのは復習、リピート、これが全てだからです。で、ポッドキャストを聞く場合ですね、100個の違うエピソードを聞くよりかは、1つのエピソードを100回聞くことをお勧めします。その方が単語とかフレーズの定着が早いです。
もうこれは私がめちゃめちゃ実感していることです。特に今勉強している韓国語ですね。毎日ポッドキャストを聞こうというふうにしているんですが、一つのエピソードを何回も聞いた時の方が確実に語彙力が上がっているな、聞き取れる単語が増えているなという気がします。例えば一つのエピソードを聞いた時に、そこで使われている単語がものすごい専門用語とかアカデミックな用語でない限りは、他のエピソードでも大体出てきます。なので、あ、これ前も聞いたな、こういう意味やったよなっていうのがね、繰り返し聞いていると大体わかるようになってきます。なので短期間に同じ単語とかフレーズを繰り返し聞くっていうのはもうめちゃめちゃ大事だと思います。でも当たり前かもしれないんですけど、結構忘れがちで、日本語たくさん聞くっていうことに重点を置くと、同じ音声、同じものをね、何回も聞くっていうことはちょっと忘れがちだったなって私は思います。でも改めてその復習の意味を兼ねて、同じエピソードを何回も何回も聞くという風にしていくと、もう上達スピードが全然違うなと私は実感しています、最近。なので皆さんもね、これは意識してやってみてほしいです。で、90%とか95%ぐらい理解できているなってなったら、次に行っていいかなと思います。先ほど言った100回聞くっていうのはやりすぎかもしれないんですけど、例えば私のポッドキャストを聞いてくださっているなら、今週はこのエピソードを毎日1回聞こうとか、そういう風にしてみてほしいなと思います。毎日毎日違うエピソードを聞くのではなくて、今週はこのエピソードみたいな風にして、繰り返しね、聞いてみてほしいです。じゃあ7日間、違うエピソードを聞くよりも、一つのエピソードを7日間聞いた方が絶対に成長していると私は思います。で、さっきも言った通り、何度も聞いていると、もう本当に飽きてくると思います。また同じこと話してるやんみたいな風にね、なる瞬間があるかもしれないですけど、そこは一回ちょっと我慢して、自分の日本語のリスニング力を成長させるためにやっているんだと自分に言い聞かせて、飽きても一回我慢してずっと聞いてみてほしいです。で、この我慢フェーズを乗り越えると、リスニング力、語彙力が一気に上がって、聞き取りがどんどん楽になっていきます。なので、その飽きるっていうのをね、避けるために、ポッドキャストのエピソード、YouTube で見る動画のテーマっていうのは、自分の興味があるテーマに絞って聞くのがいいかなと思います。そうすることで少しでも飽きをね、減らせるかなと思います。では次は上級者の方ですね。上級者の方、どんな動画を見ても、だいたい70%、80%ぐらいは理解できている。けどまだ知らない単語にもたくさん出会うなっていう方。で、そんな方は一つのエピソードを100回聞くのではなく、いろんなエピソードを聞いてみてほしいです。で、あとはいろんな方のポッドキャストとか動画を見て聞く練習をしてみてほしいです。やっぱり中級から上級になろうと思ったら、いろんな単語に触れる必要があるなと思います。多分ここまで来ている方っていうのは、日本語を今までたくさん練習してきた方だと思うので、もっともっと聞く時間を増やすっていう必要はそんなにないかなと思います。もちろん増やすに越したことはないんですけど、もうすでに習慣化していたり、もうすでに自分の使える時間マックスで日本語学習に使っているっていう方もいるかと思います。そういう方はやっぱりいろんなジャンルの日本語に触れることが大事だと思います。なので一つのポッドキャスト、一つのエピソードだけを聞くのではなく、いろんなジャンルの、いろんな方のポッドキャストを聞いたり、動画を見たり、映画、ドラマを見たりしてほしいです。日本語には男性名詞とか女性名詞のように言葉自体に区別があるわけではないですが、やっぱり男性と女性では少し話し方が違うなと感じる部分もあります。あとは20代、30代、40代とか50代、60代、年代によって
話し方が変わってくるのも事実です。そんな大きな差はなくても、話し方とか、声のトーンでね、年齢がわかるっていう場合もあります。あとは私は結構強めの関西弁という方言を話すんですが、ほとんどこうやって私みたいにポッドキャストをしている方って、標準語を話している方がほとんどかなと思います。そんな感じで、方言の違いもあるし、性別での違いもあるし、あとは年代によって、年齢によって違うっていうこともあります。私は関西弁という方言を話しますが、九州に行けば、福岡に行けば、福岡弁とか博多弁、その九州の方言があったり、東北に行けば東北弁っていうのがあるかな、もっと細かく分けられていたりするんですけど、行く場所によって方言があります。いろんな方言を聞いて聞く練習をするっていうのも大事だと思います。例えば、旅行のブログとかでも、関西に旅行に行ってる関西の方の動画を見るとか、九州に住んでる方の動画を見るみたいな風にして、いろんな日本語に触れる機会を作ることが大事だと思います。そうすることで、実際に日本人と会った時に、あれ、なんかリスニングうまくいかないなということをね、減らせるかなと思います。で、どの言語でも一緒ですよね。英語だったらアメリカ英語とかイギリス英語があって、アクセントが全然違いますよね。なので、同じ文章を言っていても、アクセントの違いで聞き取りやすいとか聞き取りにくいっていうのがあるかと思います。で、やっぱり私もアメリカの映画をずっと見ていて、その後にイギリスの映画を見ようと思ったら、あれ、なんか全然英語聞き取られへんっていう瞬間がね、たまにあります。なので、そんな感じで日本語にも聞き取りやすい日本語、聞き取りにくい日本語とか、標準語、方言っていうのがたくさんあるので、いろんな日本語の聞く練習をしてみてほしいなと思います。で、あとはやっぱり自分が興味があるものばかり見ていては、語彙力は増えていかないかなと思います。例えば私は旅行が好きとか、恋愛系とかコメディのドラマが好きで、そればっかり見ているんですけど、やっぱりそうしていると語彙力ってね、ある程度までは伸びてもそこで止まるかなと思います。なのでたまに弁護士のドラマを見てみようとか、刑事ドラマを見てみようとか、医療ドラマを見てみようとかね、テクノロジー系の YouTube の動画を見てみようという風にして、いろんなジャンルの動画、音声に触れて、語彙力を増やしていく必要があるかなと思います。そんな毎日毎日いろんな動画を見る時間もなければ、そんな力もね、残っていないっていう方も多いかと思うので、毎月一つテーマを決めて、それに沿った動画を見てみる、ポッドキャストを聞いてみるっていうのもいいかなと思います。で、あと、上級者の方に言いたいのは、日本語のリスニングをやめないことですね。毎日ちょっとずつでもしていくことで、その成長のカーブは緩やかだと思うんですけど、成長はすると思います。なので諦めずに、最近自分の成長あんまり感じれないなってなっても、続けていくことが大事です。やめなければいつか成長します。なので上級者の方に言いたいことは、いろんなジャンルの日本語に触れる、いろんな方が話す、いろんな日本語を聞くというふうにして、毎日毎日ちょっとずつでもいいので続けるというところに意識を置いてみてほしいなと思います。今回は日本語のリスニング練習方法についてお話ししてみました。皆さんがもうすでに実践している方法っていうのもたくさんあったかもしれないし、そうじゃないかもしれないです。まとめとしては、初級中級の方は日本語を集中してリスニングする時間を増やすこと、動画とかポッドキャストの字幕をオンにして聞くこと、あとは一つのオーディオを何度も繰り返し聞くことです。で、上級者になったらいろんなジャンルのエピソードとか動画に触れてリスニングをたくさんすること。
そして性別、年齢、出身地などいろんな方のコンテンツを聞いていろんな日本語に触れていくことで日本語のリスニングを上達させる、これらについてお話ししてみました。人それぞれ目標とかなりたい自分っていうのも違うと思います。日本語のテストに合格したい方はやっぱり教材のリスニングを練習するっていうのが一番だと思うんですけど、日本人と話したい、だからリスニングを上達させたいっていう方は自分のレベルに合った方法を見つけてぜひ試してみてほしいなと思います。また皆さんがこれを聞いてくださっているということはすでに日本語のリスニングをたくさん練習している途中だと思うので、皆さんがやってみてよかった方法など他の方にもおすすめしたい方法などありましたらぜひコメント欄で教えていただけたらなと思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをこれからも頑張ってほしい、聞き続けたい、だから応援したいという方がいましたらぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこうやって毎週ポッドキャストを更新できているので本当に感謝です。ありがとうございます。これからも引き続き更新していこうと思うので皆さん一緒に日本語を勉強していただけると嬉しいです。私が住んでいるところでは本当に朝と夜が寒くなってもう凍えそうですが、皆さんも体調には気をつけて風邪などをひかないように過ごしてもらえたらなと思います。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。